皆様こんにちは、ずんだもんなのだ。ペンタブ範囲ってなかなか決まらないよね。ボスを13年間プレイしてきたナスチさんは今まで様々な範囲を試してきたのだ。いろいろ試してきた範囲の中で気づいたこととおすすめな範囲についてお話しするのだ。特に初心者の人にこそ試してみてほしいのだ。この動画で少しでもペンタブ範囲を決めるきっかけになれば幸いなのだ。それではどうぞ。さあ行くぞ。早速なのだがおすすめな範囲は全範囲なのだ。ペンタブの種類によって全範囲の大きさが違うけど、今回は横幅 150mm 以上を全範囲と定義させてもらうのだ。この無遅延ドライバについては概要欄に導入動画を貼っておくから、よかったら確認してみてね。全範囲なんて感度低すぎて届かないと思うかもしれないけど、一般的なペンの動かし方ではなく、2本指グローブをつけて腕全体で動かしてエイムするのだ。こうすればエイムが届かない問題は解消されるね。ナスチさんのペンタブ範囲は横幅190のクソデカ範囲だけど、星7のジャンプ譜面を FC できるくらいのエイムパフォーマンスは出せるから安心してね。そしてなぜ全範囲がいいのかという理由を5つ紹介していくのだ。まず1つ目のメリットは直線エイムがしやすいことなのだ。人間の指や手首の関節は基本的に曲線を描く方が得意で直線は苦手なのだ。全範囲で腕エイムをすることによってまっすぐエイムできるってわけなのだ。ではなぜ直線エイムがしやすいといいのか。それはノートのほとんどが直線上に配置されているからなのだ。スライダーや連打は形にもよるけど曲線だよね。でもこれら2つを除いた全ての配置は直線上にあるのだ。ワンツージャンプの場合は1から2、2から1、1から2で直線。星型も同じで1から2、3、4、5で直線。三角も四角も同様に直線エイムなのがわかると思うのだ。だから直線が苦手な指や手首でエイムするよりも腕でエイムした方が簡単にまっすぐ動かせてエイムが楽ということなのだ。ペンタブの操作に慣れていない初心者の人は特にまっすぐ動かそうとしてもうまく動かせなくてエイムが不安定になってしまうのだ。そしてエイムを意識しすぎて左手がおろそかになりキーボードもうまく叩けなくなるという悪循環に陥ってしまうのだ。腕エイムは直感的にまっすぐ動かせるから初心者に特におすすめなのだ。エイムを大きく動かすから基本的に大まかなエイムでいいのだ。手首エイムに比べて全範囲の場合、使える体の筋肉が圧倒的に多いんだよね。肩、腕、手首、指と全部で4つの筋肉を使ってエイムできるのだ。大まかなエイムは腕と肩の筋肉でエイムして、手首と指で微調整することで細かいエイムが可能なのだ。エイムがずれてしまったって場面でも指で微調整できちゃうのだ。4つの筋肉を分散的に使うことで安定して動かせて、余計な力も入らないから安定したエイムが実現しちゃうのだ。仮に力みすぎても手ぶれの影響を受けにくく制御もしやすいから、安定したエイムパフォーマンスが発揮できるのだ。フルコンできそうって思った瞬間緊張しちゃうよね。全範囲だと緊張が少し緩和されるよ。ボスはフルコンしてなんぼのゲームだからね。手首エイムに比べて全範囲の腕エイムの場合、手の固定位置がないから真ん中、左上、左下、右上、右下どこでエイムしても常に同じエイムパフォーマンスが発揮できるのだ。一般的な手首エイムの場合、中心に手を固定してエイムするから真ん中のエイムは指を制御しやすく得意なんだけど、左側をエイムする場合、指を伸ばした状態で動かさなければならず、この指だつりでさ。右側の場合は指を縮めた状態でエイムしなければならないため、真ん中でエイムする時と比べてエイムが乱れやすくなるのだ。だから全範囲の腕エイムの場合、画面のどこでどんな形が来たとしても真ん中でエイムする時と同じエイムパフォーマンスでプレイできるというわけなのだ。そしてなんといっても右下のエイム、ほとんどのオスプレイヤーは右下のエイムが苦手だと思うのだ。これは手の構造上どうしようもないんだよね。全範囲で右下エイム問題が解消されるから最大のメリットと捉えても過言ではないかもしれないね。激しいエイムをしたり長時間プレイしてるとどうしてもペンタブの位置がずれてしまうんだよね。別ゲーをするためにペンタブを動かして押すする時に同じ位置に戻したとしても 1mm 単位でずれてしまうのだ。1mm のペンタブの位置や角度のずれは意外とプレイに影響しちゃうんだよね。昨日はうまくプレイできたのに今日は調子悪いなと思う原因のほとんどがペンタブのズレなのだ。でも全範囲だと 1mm、2mm のズレはあまり影響がなく比較的安定したプレイができるのだ。感度が高いと少
少しエイムがずれただけで大きくずれてしまうんだけど、正範囲の場合は少しずれてもミスになりにくいのだ。高感度でプレイしてたらミスになってた場面も、正範囲だったら叩けてたってパターンがいくつかあるのだ。これがプレイの安定力につながるのだ。フルコンしてこその音ゲーだから安定してプレイできることはとても重要なのだ。そしてこれが最後のメリット、トラッキングがしやすいことなのだ。トラッキングとは追いかけるという意味で照準を合わせ続けるエイムのことなのだ。別名追いエイムやフローエイムとも呼ばれてるね。トラッキングが必要となる場面はみんな大好きな連打なのだ。範囲が大きいからスムーズに動かすことができて、ブレずに連打をなぞることができるのだ。先ほど話したようにどこでエイムしても同じエイムパフォーマンスが出せるから、どこでどんな形が来ても苦手な連打配置がないのだ。全範囲の最大のメリットと言っても過言ではないね。トラッキングが楽になる、すなわち左手に集中しやすくなるというメリットもあるのだ。右手のエイムより左手のキー入力に集中することによって ACC と連打力アップにつながるのだ。ある程度離れた連打が叩けるようになると取れる PP も上がるからめちゃくちゃおすすめなのだ。押すって連打が一番面白いと思うんだよね。この気持ちをぜひみんなにも分かってもらいたいのだ。以上の3つが全範囲のメリットなのだ。だが実はメリットだけではなくデメリットもあるんだよね。それがこの3つ。ジャンプが難しい、俊敏なエイムができない、慣れるのに時間がかかることなのだ。全範囲から分かる通り、ペンを大きく動かさないといけないため、狙ったところでペンを止めることが難しく、手首エイムと比べてもどうしても俊敏なエイムができないんだよね。そして何より慣れるのに時間がかかってしまうのだ。ナスチさんは手首エイムから全範囲に慣れるまでおよそ3ヶ月かかったのだ。ただこれらのデメリットを踏まえてもメリットの方が圧倒的に有利と感じたからみんなにもぜひ試してほしいのだ。だから今回の動画を見て全範囲を試したとして1日2日で諦めずに自分の手首エイムの時と同じパフォーマンス力が出せるレベルまで挑戦してみてほしいのだ。その時には今回僕が話した全範囲のメリットについて深く納得してくれるはずなのだ。範囲を変えて元に戻れなくなったら嫌だって思う人もいると思うのだ。でも安心してほしい。全範囲にした後手首エイムでプレイしてもいつでも戻すことができたのだ。それでも全範囲の方が安定するから全範囲をメインにプレイしてるのだ。それに範囲を変えても変えなくても1年後は必ずオスをプレイしているから、様々なことに挑戦して自分の適性を知ることが最も大事なのだ。それでもダメな場合全範囲は諦めればいいし、挑戦したことが次につながるからマイナスにはならないのだ。なんだかんだなすちさんはオスを13年も遊んでるから説得力ありすぎだろう。だから今伸び悩んでる人は思い切って全範囲を試してみることを強くおすすめするのだ。視聴者全員がこの動画をきっかけに上達していくことが楽しみすぎてワクワクなのだ。全範囲が合うか合わないかは挑戦してみないとわからないからね。オスは最後まで諦めなかった人が上達する。どこかの偉い人がそう言ってたのだ。未来のオスワールドカップ日本代表は今見てくれてる君かもしれないね。オスは単純そうで深いゲームだからこれからも頑張っていこう。この動画が少しでも役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。